そしてね、僕ら今メダルセレモニーで見てきた、はい、戻ってきた羽生さんたちも、ちょっと今すぐ外にいらっしゃる、今来てくださるという状況なんですけれども、あ、いらっしゃいますね。メダルをつけてる、大きなメダルだな。大きいですね。すごい。さあ、そして2人、宇野さんも来られてると思うんですけれども、あ、羽生さんがいらっしゃいますね。そして後ろに宇野さんもいらっしゃる。あ、2人来た。大丈夫か。もう本当に生放送なので、はい、小田さんの緊張感をね、そうですね、どのように、はい、またいろんな聞きたいお話あると思うんですよね。まあちょっと時間はね、限られてるんですけど、聞いていきたいですね。日本の皆さんも、はい、いろんなことを聞きたい、僕らも代表として聞くわけですから、そうですね、しっかり聞いていきたいと思うんですけれども、さあ2人が、本当にね、もうメダルセレモニー終えてからすぐここに駆けつけてくださるね。はい、よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それではよろしくお願いします。見事オリンピック連覇した羽生さん、そして銀メダルの宇野さんです。おめでとうございます。どうぞ。いやー、もうメダルセレモニー僕ら見てましたけども、はい、終えてやってきて、まだちょっと冷静さってどうか分かりませんけれども、実際取ってみてどうでしょう。重いです。重い。特に大きいですからね、今回。いや、普通に重たいです。普通に重たいです。宇野さんは重いです。重い。今日はこの宇野さんの発言も含めてどういう考えなのかってこの時間の中で少しでも伝えていきたいと思うんですけれども、まずはですね、羽生さんのこう印象的なシーンっていうのを見ていきたいと思うんですけども、やっぱりまず演技が終わったところですね、ガッツポーズしてめっちゃはしゃいでる。これなんて言ったんですか。多分勝ったって言ってます。この時。そして勝ったって右手はこの時本当ありがとう、本当ありがとうって思ってます。右足にありがとうっていうと、その後氷にありがとうって言ってました。なんでそんな思いを一番最初ぶつけたんでしょう。やっぱり勝ちたいっていう気持ちも強くありましたし、まあ19歳の時にオリンピックを経験した時とはまた違って、やっぱりその自分の時間が限られてるっていうのをちょっと感じていて、やっぱりそういうことも含めて今回勝たねばっていうのは思っていました。だからこそその勝ったってなんか自分自身に勝ちきれたって思ったのと、あとはもう右足最後の最後なんとか耐えてくれたので、やっぱりそういうことも含めて感謝ですね。感謝感謝。でまた宇野さんの銀メダルってちょっと違った感覚でね、はい、こう銀メダルって意外とポコンって先生だけがどう抱きついてあれはどんな感じだったんでしょう。いや僕は、始まる前に全員の選手の演技見てて、はい、どれぐらいの点数でどれぐらいの演技したら何位になるかっていうのが大体分かっていて、でもう1個目すごい分かってた、多分こうかなって思ってたことだったので。あんまりなんか驚きとは思わなかった。驚きとは思わなかった。あんま普通見れないです。他の選手の演技ってやっぱ緊張しちゃうんで。緊張しちゃう。しかも最初のジャンプを飛んでミスした時、笑っちゃったんですか？そうなんです。本当はこれですね。転んで笑っちゃっ。これどういう意味なんでしょう？いやもう全員の演技を見ていたので、羽生選手がすごい高い点数を出して、僕が去年の世界選手権のような点数を出したら、1位になれるって思って試合に挑んだんですけど、1個目のループを失敗した時点でよし自分のこと頑張ろうって思いました。切り替えっていうのはすごいなと思うんですけども、やはり僕は羽生さんとずっとインタビューさせてもらっていろんな言葉が出てきた。今日先ほどね終わった後インタビューした中でこの言葉がやっぱり僕はもう本当に印象的だったんですね。こちらです。魔物という言葉なんですけれども、ソチの時は魔物がいた、魔物にやられたって、今回は魔物に助けられたって、これはどういう意味なんですか？実は今回フリープログラムは特になんですけれども、やっぱり4回転ループをちょっと挑戦しようと思っていて、若干難易度を下げた構成にはなったんですね。まあ4回転の種類は減ってはいないんですけれども、4回転の数は減ってはいないんですけれども、種類としてその難易度がちょっと落ちている、でもほんのちょっとなんですけど、ただその時に若干自分の中でその緊張感がちょっと和らぎすぎちゃってる部分があって、そういった意味では6分間練習でなかなか決まらない、ジャンプが決まらないっていうことによってのその緊張感がまた戻ってきて、
で最終的になんか背中をポンと押していただけたような感じはしましたね。なんとなくこれでいいのかなっていう感覚の魔物っぽいものがなんか、いいのかなっていう感じはなかったんですけど、ちょっとリラックスしすぎたかなって思いました。いろんな試合をやってきた中でですけれども、じゃあ気づかせてくれたのが魔物ということなんですね。緊張しなきゃっていうふうには思っていましたし、なんとか緊張したいってそれを感じたいとは思っていたので、それがやっぱりうまく出てきてくれたなって思いました。宇野さん、魔物どうでしたか、このオリンピック最初ですけど。いやそんなに感じなかったですどうしてですか？いや、わかんないです。みんなが魔物とかオリンピックが特別っていうので、どんなものなのかなって思っていたんですけど、最後まで何かわからなかったです。すごいですね。すごいですね。魔物との戦いでしたよ、本当に。戦いでした。そして靴紐、それはちょっと魔物すぎますね。ちょっと魔物すぎるからそれは。もう一つこのインタビューしていてこの言葉がありましたね。この捨てるということ、今回捨てなきゃいけないものが一番悔しさにもあった。これはどういうことだったんですか、捨てる。そうですね。やっぱりいろいろなことをやってきて、僕はもちろん宇野選手より4年間ね、いろいろ背負ってきてやってきてみて、やっぱり全部が全部欲しいんですけど、本当に全部の結果も欲しいし、全部幸せも欲しいし、何もかも手に入れたいと思うんですけど、やっぱなんだろう、捨てなきゃ取れないものがあるんだなっていうのをすごく感じて。それはもう自己満足でしかないかもしれないし、これは結果論でしかないかもしれないんですけど、僕の場合その苦しい時と幸せな時のアップダウンがすごかったので、もう今回こんだけ苦しい思いしたんだから、もうだったらもう幸せ全部投げちゃえみたいな感じでした。もうこのオリンピックの連覇のためだけに幸せ全部捨てようって思いました。じゃあ具体的に言うと何を捨てたんですか？ルッツとかループとかそういうことでしょうか？そういうものじゃなくて、なんかその普段のこととか、あとは考え方とかですかね。今この幸せいらないなとか、いろんなやっぱり欲しいものとか、やっぱりなんだろう、逃げ出したくなったりとか、そういうのってすごくいろいろ身近にあるじゃないですか。そういうものをすべて捨て去ってきた感じですかね。もう洗練して本当にもうこういうなんか自分のオリンピックへの思いがどんどんちっちゃくなっていって、最終的に本当に綺麗なかけらになった感じでした。捨てたからこそしっかり見えた。宇野さんは捨てたものはありますか？いや、ないです。どちらかというと掴みに行ったっていう感じなんですか？どんどん攻めに行って。そうですね。でもこのオリンピックに向けて、今シーズンの中では一番練習を積み重ねてきたと思うんですけど、もちろん多分羽生選手のようにそのオリンピックだけにかける思いっていうのは全然僕にはなくて、オリンピックは一つの試合と見て、でもベストを尽くすのは変わりない、今までと変わりないという気持ちでやってきました。だからこそいろいろ話をね、宇野さんと聞いてて、僕どうしてもこの言葉が出てきちゃって、宇野昌磨ってもう宇野さんならではの、言ってみればオリンピックって通過点あんまりプレッシャーもかかってなかったし、特別だって自分の脳どう思われます？いや、わからないです。僕がなんで緊張しなかったのかもあまりわからないんです。僕ら全然わからないですよ。羽生さんどうでしょう？でも僕も多分19歳の時同じことを言ってたかもしれないですね。オリンピックは一つの通過点なんでとか、一つの試合だと思ってましたっていうのは多分ショートまでは言ってます。フリーの後なんか守りに食われたとかなんだかって言ってましたけれども、でも大体なんか似てるのかなと思います。でもなんかこうちょっと違う全く逆の性格をしているようなイメージもあるんですけど、そうですよね。考え方としても本当にやっぱりそのね、羽生選手のオリンピックにかける思いっていうところと、宇野選手の一つの大会としてオリンピックも捉えてリラックスして臨んでいこうっていうのは対照的に見えますよね。だからこそ宇野さんは羽生さんってどういう存在に、特に久しぶりに戻ってきてたし、どんな存在として見てました？僕が今シーズン、羽生選手と同じじゃない試合が多かったので、メディアの方だったり、今までよりも注目を少し浴びた中で、ずっとやってきたんですけれども、久々に羽生選手と同じ試合に出て、すごいなんか盾があるような、
楽だなっていうもうこれがまさに宇野昌磨という僕がつけたところなんですけど、でもどちらかというとこれがいい意味でオリンピックであってね、はい、で羽生さんにとってはどちらかというとプレッシャーだけどもこう周りに期待されるってことを力にされる方じゃないですか。いろいろハプニングがあったけどもなんか全部力に変えてくれたっていう気がします。まあそうだといいなと自分では思っています。やっぱり、ね、せっかく、まあ、本当に特別だなってそのフィギュアスケーターとしてじゃなくて、やっぱりアスリートの一人として本当に特別だなと思えるぐらいいろんな方々に応援していただいているし、本当にいろんなサポートを受けているので、そういった意味ではそこを受け取らないとなっていう気持ちもありつつ、今回はその結果として皆さんに喜んでもらえるものにできたのは嬉しいですよね。でもやっぱ怪我がすごかったじゃん。僕絶対無理だと思った足首ね、僕もやってる、もう僕の周りでおっしゃって絶対無理だって言ってたから。僕はその、羽生選手がね、氷に乗ったら、1週間もあれば絶対4回転まで戻せるじゃないですか、そういうのを間近で見てて知っていたので、大丈夫と思っててもやっぱり待ち構えてる大会がオリンピックなわけじゃないですか、それのプレッシャーとか重圧とか、滑れない時の不安って普通の大会と比べてすごかったと思うんですよ。そこはどうでしたか？まず1週間で戻せるかなって自分も思ったんですけど、やっぱり2ヶ月間休んでたことによってのその足の裏の筋肉の衰えとか、もう1回転ですらも降りるのが痛いっていう足の裏がもう足首どころではないっていう感じで、だから本当に時間はかかりましたし、そこまでやるのに時間かかったけれども、でも緊張は毎日してました。しんどいなとは思ってました。でもそれがしんどいからこそ、最終的に幸せが来るんだなっていうのはずっとなんだかひたすら待ってた感じです。あと1分30秒というところですけど、諦めようって無理だって瞬間なかったんですか？ありました。たくさんありました。だけどそれがあるから絶対幸せが来るんだっていうのをひたすら待ってました。明けない夜はないですね。この逆境っていうものを力に変えていくこの先輩宇野さんはこう銀を取って次、まだ分かりませんけど向かっていくところってどこになっていくんですか？今どんな思いでいますか？僕自身が、皆さんプレッシャーに強いとか言っていただけるんですけど、決して強いわけではなくて、ただ今回のようにあんまり緊張しないっていうことが多いから、そう強いってみんな思うかもしれないんですけれども、きっと僕が羽生選手のような立場になったら、全然羽生選手のような演技ができる自信は全くないので、僕もいずれその位置に立ってこういう選手になりたいなと思います。あと30秒になってしまいましたけど、もう全員から言いたい、羽生さん、宇野さんおめでとう、そしてありがとうと言いたい、最後の思いを伝えてください。はい、僕からもありがとうを伝えられればと思います。本当にありがとうございました。宇野さんもありがとうございました。このありがとうというのが本当に今日したまさに届け勇気、本当にワンツーフィニッシュ、世界の2人おめでとう。いやありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。本当におめでとうございます。ありがとうございました。